皆様おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2026年5月26日火曜日、朝の5時半です。最初の観光地はルクソール西岸にある王家の谷です。たくさんの応募があり、特に大人気のツタンカーメンの応募は混むことで有名ですが、今回のツアーではオープン前に貸し切り入場できるということで、早朝に急ぎ向かっています。王家の谷入り口に到着です。王家の谷全体の模型が置いてありますが、一目見て広大さがわかります。また下側から見ると王墓の掘られている角度などもよくわかります。広大な土地ですので、途中までは車で移動します。一番最初に向かうツタンカーメンの王墓が発見されたのは今から約100年ほど前になります。発見に貢献した当時12歳のフセインさんは、ロバに乗って作業用に使う水をたっぷりと入れた水がめを運んでいた時に、ロバがつまずいてしまい、その拍子に水がめが落ちて割れて大量の水をこぼしたことで、その周辺の土砂を押し流してしまったそうです。その時に地中の墓へと続く階段が現れたそうです。その報告を受けて、イギリスの考古学者ハワード・カーターさんたちによってツタンカーメンの王墓は発掘されたとのことです。私が持っている白黒写真は第一発見者でもあるフセインさんで、今隣にいる男性はフセインさんのお孫さんにあたります。ツタンカーメンの王墓に到着です。早速中に入っていきます。はい、そのまま入ってください。写真撮るときフラッシュだけ禁止。チケットはいらないですよ。早速中に入っていきます。テレビでも見たことのあるこの細い通路を通ると、ツタンカーメンのミイラが安置されています。実物のミイラの映像が流れますので、苦手な方はご注意ください。今ツタンカーメンの墓に入っています。これを左側に、これがツタンカーメンのミイラです。こちらは近くにいた係の方が写してくださったツタンカーメンのミイラです。とても素晴らしい色使いです。玄室の北側には綺麗な壁画が残っています。テレビなどでも紹介されているので、何度も見たことがある映像ですが、実物はやっぱりすごいですね。いかがですか？棺はとても小さいです。
こちらは右側のツタンカーメンの後継者のアイが白い衣装を身につけたツタンカーメンに対して開口式を行っている様子です。これによって死後も現世と同じように食事をしたり話したり見たり聞いたりできると考えられていたそうです。足の悪かったツタンカーメンが右手に杖を持ち、左手には命の鍵と言われるアンクを持って空の女神ヌート神に挨拶をしている様子が描かれています。左から3番目はホルス神です。左から2番目がツタンカーメンの魂で、一番左の来世の神オシリス神がツタンカーメンを迎えに来ている様子を表しているとのことです。よく見ると壁画にカビのような場所が見受けられます。ツタンカーメンは即位後亡くなるまでが短かったので、急いで壁画を描いて中の塗料が乾ききる前に扉を閉めたことが原因かもしれないと言われています。王墓の入り口手前には当時の様子がパネルによって紹介されています。今正面に見えているのがピラミッド型の山になります。次に訪れたのはラムセス3世の王墓です。こちらは岩山を奥へ奥へと掘り進めた長い通路と複数の部屋が直線状に並んだ王墓です。ただまっすぐ掘り進んだ結果、別のお墓にぶつかってしまい、これ以上行くことができない。今ちょうど目の前が別のお墓につながっている場所になります。ですからまっすぐに行けないので、ちょっと右にそれて、そしてそのまままたまっすぐ掘り進んだという特徴のある独特の王墓になっています。壁や天井などには色鮮やかなレリーフが広がり、神様や王様だけでなく冥界の書、太陽神ラーなども描かれている王墓です。3000年以上前に作られていたなんて驚きですよね。次は王家の谷で最大級クラスセティ1世の王墓です。入り口から斜めにどんどん下っていきながら進みます。歩くのも滑りやすいくらいの傾斜なので、これを作った人々の大変さがわかりますし、ラムセス2世の父でもあるセティ1世の財力も権力も相当なものだったことが伺えます。内部にはこのように柱の並ぶ広いホールまであり、美しい神々が描かれています。壁も天井も色彩あるレリーフで埋め尽くされています。いかがですか？お墓的には古代に略奪されてしまったそうですが、保存状態の良い色彩の素晴らしいレリーフを見ることができるので、こちらは別料金になりますが必見ですよね。
次はラムセス9世の応募です。こちらは比較的まっすぐな歩きやすい一本の通路になっています。最奥が玄室になっているようでしたが、手前に係の方がいらして玄室まではなぜか入れなかったです。通路や天井にはどのお墓でも見たような色彩あるレリーフがありました。冥界の試練を受け、太陽神と旅をして永遠の命を得るといった応募に共通した内容のレリーフがあります。最後に訪れたのは王家の谷の入り口の近くにあるラムセス4世のお墓です。歩きやすい手すりのついた歩道になっていて、王様や神々のレリーフが並びます。玄室に入ると、綺麗な黄色と青のインパクトがある色彩が目に飛び込んできます。天井に描かれているのは天空の女神ヌトの体に太陽が飲み込まれ再生されるというヌトの書と、あとは星座と夜の世界を扱う夜の書がしっかりと描かれています。天井いっぱいに描かれているので撮影するのがとても難しいですね。お分かりいただけますかね。どうでしょう。太陽が毎日昇るように王もまた永遠に再生するという思想を表すために棺の周りをヌト神で包み込んでいるという形を表現しているそうです。こちらには入れませんでしたが、天井の真ん中に鮮明で綺麗な絵が残っていますね。見えますか？今回見た他の応募にもありましたが、このような落書きは残念だと思います。王家の谷で王墓を拝見した後はハトシェプスト女王の総祭殿に向かいます。ハトシェプスト女王はトトメス一世の娘であり、異母兄弟トトメス二世の妻でもあり、トトメス二世が亡くなった後、義理の息子トトメス三世が幼かったために摂政として約20年以上もエジプトを統治した古代エジプト初の女性ファラオということです。とても綺麗な方だったそうですが、後ろに並ぶ女王の像にはつけひげをつけて男装したお姿になっています。今から入る場所ではミイラを作られていたそうです。中に入って撮影をしていたら、奥を映してあげるからと私の手からカメラを取り、係の方が中を撮ってくれました。どうですか？映ってますかね？どんな撮影になっているか全くわからなかったのですが、こういった行為は必ず後からチップを請求されるので、いらない時にはご注意くださいね。Thank you. ハトシェプスト女王は戦争よりも交易を重視し、エジプトに平和と
繁栄をもたらしたそうです。男性社会の中で最高権力を手にしたことを永遠に刻もうとし、この総裁殿内にはつけひげのない女王も描かれていたそうですが、後のトトメス3世によってつけひげのない姿はすべて破壊されてしまったそうです。次に向かったのは、今ご覧いただいている高さ約18メートルのメムノンの巨像です。今は巨像しか残っていませんが、昔は後ろに総裁殿があって、入り口に巨像が置かれていたそうです。バスから降りてちょっとだけ撮影する時間があったので、近くまで行って見上げましたが、風化はしていましたが、すごい迫力がありました。次に訪れたのは、ラムセス2世の立像と座像が出迎えてくれるルクソール神殿です。一本の大きなオベリスクがありますが、もともとは2本あって、今は片方はパリに移設されているとのことです。ルクソール神殿に入る前に後ろを振り向くと、カルナック神殿に続くスフィンクスの参道を見ることができます。早速ルクソール神殿内に入っていきますが、見てわかると思いますが、カルナック神殿のようにまっすぐに至聖所までの道がつながっていなくて、軸がちょっとずれているというのもルクソール神殿の特徴の一つです。神殿内にはラムセス2世の像がたくさんあります。建設当時の様子が壁画にも残っていますね。ラムセス2世が一番愛したというネフェルタリの像がご自身の膝下に小さく置かれています。この大きさの差は何なんでしょうか。ちょっとびっくりです。つまりエジプトの支配者になりましたらつけてもらった名前、この右側のカルトゥーシュの中は刻まれていました。この左側のカルトゥーシュの発音を申し上げますと、メセ、ナイ、ラ、ステップ、エン、ラという発音するけど、上の方が力強いっていう風になっていまして、下の部分はラーシに選ばれた人が表していました。でもエジプトの王様になりましたらつけてもらったのが、ミリ、アーモン、ラ、メシスという言葉になっていまして、ミリ、アーモンという言葉、アーモン神の愛された人。そしてラーメシス、皆さんご存知のラーメシスという言葉、ラーシンの息子さんという意味を表していました。ラムセス2世は統一されたエジプトを維持拡大しようとした王で、ヒッタイトとの戦いでも世界最古と言われる和平条約を交わした王とも言われています。こちらの像はツタンカーメンと奥様のアンケセナーメンの像と解釈されていますが、カルトゥーシュを見るとラムセス2世の名前に書き換えられている部分があるそうです。お顔を見てもとても若く、ラムセス2世の顔とは違うのがわかりますよね。そして先ほど見たラムセス2世の像とネフェルタリ女王の像の大きさから考えても、こちらはツタンカーメンとアンケセナーメンという説の方がうなずけますね。いかがですか？太くて高い列柱群を通り抜けて歩いていくと、たくさんの壁画を見ることができます。一時的にキリスト教の方が住んでいらした時期もあるらしく、キリスト教を思わせるような色彩のある絵が描かれている場所もあります。
至聖所手前には多くの壁画があり、色がきれいに残っている場所も見られます。ルクソール神殿の至聖所はアメン神を安置するための場所とのことです。ルクソール神殿を見学した後はクルーズ船に戻り休憩します。ルクソールの方を1時半頃に早めに出港して今エドフに向かっています。エドフまで約5時間ぐらいかかるということなので、夕方6時過ぎぐらいに到着できると思いますが、そこからエスナ門を通過するのに順番待ちということで、明るいうちに通過できると、見えるかなと思いますけれども、今楽しみに待っています。お部屋の中からのんびりとしたナイル川沿いの景色を楽しみます。ティータイムの時間にはデッキでお飲み物とお菓子のサービスがあります。お友達と談笑しつつナイル川沿いの景色を楽しみます。デッキには気持ちよさそうなプールもありますし、クルーズ船の近くには物売りの小型船も寄ってきます。エスナ門近くに到着しましたが、通過したい船の順番待ちの列が長蛇になっています。物売りの小型船がうまく商品を投げて商売をする姿にびっくりです。このような楽しいやりとりを拝見した後はカクテルパーティーに向かいます。こちらはノンアルコール、こっちはアルコール入りということです。そしておつまみがこちら、結構美味しそうです。カクテルパーティーを皆様と楽しく過ごし、夕ご飯をいただいた後はエスナ水門の通過を待ちます。エスナ水門の通過時間が夜の10時でしたので、真っ暗でよく見えないのがとても残念です。ナイル川には高低差が約10メートルほどある場所があって、そのまま船を通過させることができないため、せき止めた肛門に船を入れて水位を上下に調整して通過するという工夫がされています。こちらが船尾の門を閉じて水位を上げているのですが、わかりますか？水位が完全に上がった後、船首の係の方々が紐を使ってナイル川本流に船を引っ張り誘導しています。やっぱり明るい時に見たかったですね。真っ暗なので景色も全くわからないですね。とても残念です。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。